新しい WRX STI ですか？はい。わコンプリートカーの S210 という車なんです。S210 前のですね、はい。ちょっとこれ何が変わってきたのかなどなどについていろいろ教えてください。わかりました。はい、お願いします。エンジンからちょっとエンジンからもちろん、スバルといえばやっぱりエンジンですよね。こちらFA24、2.4 リッターの直噴ターボエンジンです。で今回この車のためにですね、吸気系ですね、この吸気ダクト、それからこの中に入っているエアクリーナーエレメント、そしてちょっと見えないんですけども、ターボの直前のダクト、そういったところをですね、新しく設計し直しまして、吸気の抵抗をですね、もう極限までこう下げた仕様に変更しています。なるほど、なるほど。見えないんですけれども、エンジンの後ろの排気系ですけれども、排気系も管の太さを太くして、いいですね。抵抗の少ない排気管にしてですね、流れがよく、最初から最後まで流れよく、よく吸えてよく出るということですよね。吸排気系にして、それによって生まれたその自由度を使ってですね、エンジンの ECU を新しく燃焼適合をやり直しました。あ、そうなんですか。でそれによって出力がですね、25馬力上がって、でそれ以上にですね、アクセルに対するですね、加速のつき、これが格段にレベルアップしています。あ、そうです。レスポンスということですか。あ、そうなんですか。エンジンのレスポンスが上がったので、それに合わせて、これトランスミッションは CVT なんですけれども、この CVT の制御をですね、そのエンジンのそのレスポンスに合わせてですね、またよりスポーティーに、制御の方を変えてます。なるほど。もう一番多分重要な質問なんですけど、そのスバルサウンド、今独特なその水平エンジンのサウンドはまだそのまま残っているのでしょうか？出てます。いやー、それですよね。いいですよね。マニュアルミシンのモデルもあるんですか？ないです。ないですか？これはもう CVT 一本です。CVT 一本ですね。いやこれね、0から500ってこれ限定になるのでしょうか？500台。そうなんですか。ちょっと作るのが大変でですね。なるほど。500台作るのが精一杯。なるほど。その500台は全世界にもう行く。これ国内専用。日本国内だけの500台。国内用のモデルなんで。なるほど、なるほど。じゃあ足回りの方行きましょう。はい、お願いします。タイヤもワイド化してですね。ワイド、もっとさらにワイド。量産車が245なんですけど、これは255までワイド化しています。なるほど。ですね、ミシュランのパイロットスポーツ 4S です。なるほど、スポーティーですよね。グリップがすごいいい感じの。なるほどね。フロント用、リア用ということで、またリアルちょっと形状を変えてあるんです。違うんですね。なるほど。それからそれに合わせてブレーキ。エンジンの出力が上がりましたから、ブレーキのキャパシティも上げるということで、ブレンボの6スポットを入れてめっちゃでかいカリパーですよね、ローターも。目に入りますのが、このカーボンバックレストの。この薄いカーボンのバックレスト。でも座っていいですか？中にちょっと失礼します。8way パワーになってるんで、サイドのスイッチで、こちらで調整ができます。これで調整。すんごいなんかね、気持ちいいっていうか、いいよ、これやっぱり走りたいなって言って、これに座ると気持ちいいですよ。やっぱりそのドライバーをちょっとこうシートで指示してあげて、体がぶれないってことがやっぱりこう運転を正確にする、そういうことですよね。あとこの辺もこれも新しくなってるんですか？ここは量産車のままです。モニター自体はただその周りのですね、可色の衣装はこの車専用にデザインしてあります。例えばこういうパネルもツヤ黒のピアノブラックのちょっと質感の高いものにしたりとかですね。なるほど。でステッチもこういうそうですよね。デザインステッチを素敵なステッチ。細かいですよね、いろいろと。素晴らしいです。内装もこのシートのカーボンに合わせてですね、全体的に黒と、そしてワンポイントの赤を使って、さすがにスバルさん、スポーティーですよね、随分。ありがとうございます。あとは後ろの方に行きますと、こちらのカーボンウィングですね。随分大きいですよね。これリアマウントがこのなんていうんですか？スワンネットというんですか？かっこいいですよね。こうじゃなくて、めっちゃくちゃかっこいい。これはやっぱりダウンフォースっていうか、ですのことで、それとさらに
さらに、はい、まずさっきの排気管ですね、はい、系ですけれども、これSTI のスポーツマフラーなんですけれども、はい、まあ、このマフラーの前の方履いてますので、ちょっとこのマフラーについても、音のチューニングで少しこの車専用にですね、ちょっと手を入れてめっちゃいい音するでしょうね。するでしょうね。聞きたいね。不可能なんだと分かってるので聞きたいですよね。そしてこれはディフューザー。ディフューザーですね。はい、これはSTI の、パーツとしてすでに市販化されているものなんですけど、まあ、こちらのウィングも市販されているものなんですけど、そうなんですか。はい。なるほど。いや素敵なんですよ。実はですね、うちに25歳の息子がいます。あっちゃんって言うんですけど、あっちゃんね、あっちゃんは日本人のハーフなんで、あっちゃんなんだけど、あっちゃんは最初2代目も乗ってた。アメリカはほら15歳からもう乗れるので、16歳になった時に STI 欲しくて WRX-STI がパパ買ってくれないかってなって。まあ、息子だからね大好きだからいいのを見つかって2015年式のだからね、前の10年前のものなんですが、いいのを見つかって中古で買ってでそれずっと乗ってたんですよ。今でもねもう8年後ぐらいになってもう売らなきゃよかった。あの車ほど今までねもういろんな車乗ってる中で一番好きだって言ってた。音楽しさもう毎日の飽きることはないって言ってましたよ。それはスバルのすごいところだなと思いますよね。スポーティーでもそれはやっぱ、まあ、アメリカだからマニュアル車だったんですよ。たった一人のアメリカの車大好きなおっさんとして自分はやっぱりマニュアル車大好きなんですよね。スバルといえば、まあ、昔からちょっとマニュアル車、特にその息子が乗ってた車はマニュアルだったのでオトマもすごい楽しくも乗れると思うんだけど、これからまたマニュアルを作ることはなんか予定はあるのでしょうか。ちょっとまだ具体的なものはないんですけれども、まあ、お客様からいろいろご要望いただいてますので、まあ、可能性はこの後も我々諦めずに検討を続けていきたいなと思います。よろしく頼みます、お願いします。これからも頑張ってやってください。サムズアップです。インゲームのブースに来ました。伊藤さんお久しぶりですよね。何年ぶり？2年ぐらいになるのかな。もういやもっとですよ。もっとですか。すみません、なかなか5年ぶりぐらいです。もうそうなんですか。コロナの前ぐらいです。あらまあ、お久しぶりでございます。はい。相変わらずめっちゃかっこいい車両がありますよ。AMA のブースに行くたびにめっちゃかっこいい車両、欲しくなる車両だらけですよ。ありがとうございます。今回はもうその通りなんですよ。すんごいかっこいいんですが、この車についてまたまあそのね AMA のボディキットなどについてご説明もらえますか。はい。まずあれですか、バンパー。そうですね。前回りで言ったらもうフルバンパーを作った。これがまあ、予想さんはやってない感じですね。はい。かっこいいですよね。じゃあこれバンパーごとの交換で言って、はい。交換というかですね。バンパー、純正バンパーにかぶしてる。あ、かぶしてる感じですか。じゃあ純正バンパーそのまま利用して外すんじゃなくて、もうかぶしてるから。かぶしてるということ。はい。で、それに合わせてここオーバー。なるほど。これまあオーバーフェンダーみたいな感じ。バンパーなんですよ。あ、なるほどね。バンパーがここまであるんで。でこれに今度それに合わせてここまで。そうですね。なるほど。ステップは純正のままで。あ、純正のまま。はい。オーバーフェンダー。わー、綺麗にっていうかなんか上手にその純正のところとそのアフターのところはなんかミックスできてる感じはしますよね。はい、かっこいいですよ。こういうあたりをちょっと黒く塗り分けすることで、ちょっと純正っぽいシルエットが残ってる。なるほどね。エンゲンはなんかそういう考え方なんですよね。もともといろいろな車両にねボディキットつけても。じゃなく、はい。さりげなくオーバーフェンダーしたみたいな。なるほどなるほど。なるほど。でこの部分は
あ、これもうちの製品ですね。あ、そうなんですか。これなんて言うんですか？これはフロントルーフですね。フロントルーフ。はい。あとここのフええットネットのカバー。なるほど。で左右にもカバー。なるほど、なるほど。じゃあ純正のボネットにカバーをかぶしてるだけで、もう似合ってますよ。まあやっぱバンめちゃくちゃ。パーとフェンダーが迫力があるんで、ええどうしてもここもはい。ちょっとコーディネートしないとっていうことです。なるほどねプラ。スアルファここのはい。フロントルーフ。なるほど。で後ろに来るとこれまあ純正から今度またここからですよね。こうででここれはなかなか素敵ですよう。ちょっとロケットっぽく。ああロケットっぽくねこういうところがそうですあってかっこいいですよ。であとはウイング。リあアウイングのウイング。あはいちょっとスポーツっぽくですね。これもいいですねこのウイングが。ここリアゲートのここのスポイラー。なるほどね。あとここのディフューザーですね。あディフューザーもで結局純正のパーツの代わりじゃなくて純正のパーツを利用したままでかぶしてるだけという、こいつはそうですね。はい、はい。似合ってますよかっこいいですよそういう感じ。このオーバーフェンダーもえ純正のフェンダーにえはいかぶしてます。なるほど交換ねじゃなくて、ええここ見てもらったらここ純正が残ってるんですよ。あ残って切ることがなく何もそういうのはなくてこれ外したら元戻る。なるほどね、まあ、それもいいですよね元に戻そうと思えばってそうです、でもこういうふうにこのぐらいかっこよくなってくると純正に戻すなんかはもうないと思うよね多分戻さないでも見れないと思う、ね、こんなかっこよくなると、素晴らしいちなみにホイールはもうオリジナルで。これもエイムゲンのオリジナルホイールですかこれ何インチですかこのためにおお何インチですこれか22です。 22のごついいいですねタイヤは横浜タイヤですね。横浜のタイヤ ジオ M8 ランドですね。あジオランド8これ18のタイヤですか M マッドマットですね。でなるほどこれにちょっと気になったところはこれですがこれマッドロンって何ですかマットロンっていうはい四駆のシリーズとしてエイムゲンの中からマットロンっていう、まあこのマットタイヤでドロンコ遊びっていう意味でなるほどねはいいいな四駆シリーズはええそれで展開してこのはいシエラ3台もマットロンなんです。あこれもそうこれもで隣隣もあこれも全部そうですねはいなるほどああこれもマッドロンいろいろ考えてるんですよねすごいよエイムゲンの中でもエイムゲンで出すよりやっぱこう違うブランドじゃないですけどオフロードっぽくて僕名前もエイムゲンはどちらかといえばあれですよねそのスポーツカー系のはいセダン系とかのことですよねはいこれは車両はこれジブニーのシエラですね。ああかわいいこれもいいですよねじゃあこの部分ボネットもうこれはもうボンネットバンパー、はいフェンダー、はいフェンダーでルーフ同じようなテイストなんですこれと。あなるほどいや似てますこのね250も、こいつをテーマにこれなるほどねモチーフはこののミニバンっていう感じですよねなるほどランクのミニバンで似てるこれすごいこれ LED ですかおお相当なんだかすごいですけどねえかっこいいでカーボンですかいいなかなかこれアメリカにないんですよねこのねですね。昨日ね、あればいいんだけど可愛いっていうかこれするともうオフロードって感じですよねはいめちゃくちゃかっこいいと思います本気度があるよもうウィンチつけて。あそうですよねウィンチがあっていやー楽しくできるでしょうこれ乗ったらアメリカですんごい見られると思うよねこれはかっこいいです走ってほしいですよね。走ってほしいですよね。走ってほしいですよねただ新しいのは持っていけないんですよね日本から25年前のやつはもう対応してないですよね残念ですがこれは何ですかちなみにこれも同じですシエラです。あ同じはいこれまたレトロっぽくて黄色にして色がこのブルーがなんかレトロって感じがあるんですよねちょっとバーゲン風なんです。あ雰囲気はですねでセンターキャップに内装のそれっぽくそれっぽくね当時60年代のねハウンズトゥースで英語で言われてるんだけど呼ばれてるああいう感じの内装もいいですね俺は最近結構このシンプルにスチールホイールにこのセンターキャップがある昔のディーンでクリムソンさんのディーンですね。ディーンはい
いや、めちゃくちゃ似合ってますよ、これに。はい、かわいい。こっちは今度もなんかこうスポーツテイストで仕上げた、なるほど、スポーツね。なんでこの辺はもうノーマルで、はい、ここもつけずに、はい、下回りだけですね。なるほどね。もうちょっとシンプルに。はい。でもいつからオフロード、このマッドローンっていつからやってるんですか？約2年。じゃあ会ってないですね、少なくとも2年、3、4年かなっていう、そういうことですよ。いや、知らなかったんですよ。もう円形と考えると、やっぱりスポーツカーとか、そのセダン系のことなんだけど、ここまでもやってるっていう、すごいですよ。トさん、本当すごいです。いいな。マッドローン、かっこいいよ。会えて嬉しいです。本当にね。アメリカに行かれることないですか？今年行きたいですね、また。テキサスにいます。はい、テキサス州にいるので、テキサスはバリバリオフローダーが多いですよ。トラックとかこういうごつい車がもうばっかりなので、市場があると思いますよ。需要もあると思うし、もしよかったらぜひまたね来て、一応カフェもやってるから、ジャパニーズストリートフードのカフェをやってるので、欲しいっていうところで、それでもよかったら美味しいおにぎりをテキサススタイルで提供しますので、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。これからも頑張ってください。サムズアップです。はい、ダムドのブースに来ました。よろしくお願いします。この車両気になりました。アメリカにないようなホンダですか？ホンダの WRV っていう。WRV。はい。で、これダムドスタイルっていうのにすると、随分純正と違って変わってくるんですか？顔をごっそりフェイスチェンジキットです。はい。変わってるパーツは、フロントバンパーとグリルと、あとボンネットカバー。なるほど。ボンネットカバー、元の純正のボンネットに上にかぶす感じの。なるほど、なるほど。この辺から見ると、アメリカ人、アメ車大好きなスティーブとして、どこに行こうとしても分かるよね。ジープっていうか。当時のね、このヘッドランプの形とかもレトロ感があるっていうか、ヴィンテージじゃないんだけど、その70年代のアメリカの古き良きいい時代のものに見えてくるんですよね。そうですね、もちろんそこら辺がモチーフのカスタムなるほど。それはダムドスタイルってなんかそういう一つのテーマなんですかね。そうですね、ネオクラシックとかネオクラシック、はい、とか、はいはい、昔の雰囲気をいろんな車にやってるのがダムドス。なるほど、素敵ですよ。これは本当に。これですか、グリルを丸ごと交換。グリルとバンパーですね。グリルとバンパーをもう交換。はい。で、横に来ると結構さっき結構いいなというのがこのラインですよね。ヒット調のデカールですね。デカール。もう当時のグランチャルキーとかワゴニアとかにあったウッドのパネルっぽくの雰囲気を作ったっていうことですよ。ちなみにこの色がこれ純正の色ですか？そうです。純正のゴールドメタリック。なんか素晴らしい色ですよね。これもなんか渋いよね。なんかクラシックな感じもしますよね。そこにこういうホイールもうめっちゃやってる。クリムソン製のディーンクロスカントリー。ディーンのクロスカントリーですね。かっこいいな。グッドリッチのタイヤ、もうアメリカだな。アメリカ的だです。大好きだよ。ダムドスタイル。はい。インチャップしているんですか？なるほど、なるほどね。はい。これプラスチック。なるほど。こういうコーナーセンサーとか。はい。全く純正純正のセンサーに。なるほど、なるほど。あとフォグランプも。フォグランプもね。はい。かっこいいよ、この辺の色の合わせ方も素敵。ギアとかは純正のままです。サイドデカールだけで、なるほど。純正のままになります。この後ろがもう純正のまま。はい。なるほど。中を見たいですよね。なんかすごい気になって中の
はい、おー、このシートカバーになるんですか？シートカバーですね。なるほど、すごい、これもクラシックな感じですね。オリジナルのうちのオリジナルの生地に、ちょっと PVC のレザー調のもので。いや、おしゃれてますよ。これはかっこいいね。アメリカになんでこういうかっこいいのはないのかってね、日本にかっこいいものは日本だけだよ。アメリカにもう昔の70年、80年代のアメリカはすごいいい時代があったのよ。最近こういうのはね、あんまり見かけないってアメリカで。そうですか。ダムドもう俺はまあでもね、25歳にならないとこの車アメリカに持っていけないから無理なんだけど、このスタイル大好きですよ。ダムドスタイルは昔から結構好きで。これ本当に気に入りました。よくできたと思います。ありがとうございます。トヨタの GR カローラ、はい、これまたこのカーボンスペックで作ったので、見てください。わーお、めっちゃ綺麗です。塗装がもう綺麗ですよね。いつかスティーブ・テキセンの箱スカも限定でなんか行けたらどうかなと。日本だけじゃなくて世界のハロースペシャルですよ。